こんにちは。ゼロから宅建士第3回です。前回は免許制度の基本を学びました。今回のテーマは免許の欠格事由です。これは簡単に言うと免許をもらえない人の条件です。数字とパターンが多いところですが、整理して覚えれば得点源になります。それでは一緒に見ていきましょう。まず、欠格事由という言葉の意味を確認します。欠格事由とは、免許を申請しても免許を受けられない事由のことです。この事由が一つでも当てはまる人には免許が下りません。また、免許を受けた後にこの事由に当てはまると免許は取り消されます。免許はお客さんを守るための制度なので、信頼できない人には与えないのです。試験では5年という期間が何度も出てくるので、意識して読み進めてください。欠格事由はたくさんありますが、3つのグループに分けると整理できます。1つ目は、期間の縛りがなく、状態が続く限り欠格になるグループです。破産や心身の故障、暴力団関係などがここに入ります。2つ目は、一定の期間、つまり5年間は免許を受けられないグループです。刑罰を受けた場合や、免許を取り消された場合が中心になります。三つ目は、本人だけでなく、会社の役員などに重油が及ぶ場合です。この枠組みを頭に置いて、順番に見ていきましょう。まず、期間の縛りがない重油から見ていきます。破産手続開始の決定を受けて、まだ復権を得ていない人はここで大切なのは、復権を得れば、その時点ですぐに免許を受けられる点です。破産の場合は5年を待つ必要がないと覚えてください。破産は経済的な失敗であって悪質な行為ではないからです。次に心身の故障により宅建業を適正に納めない人も欠格です。これは国土交通省令の基準で個別に判断され、状況が回復すれば免許を受けられます。ここからが5年間免許を受けられないグループです。まず、禁錮以上の刑に処せられた場合です。禁錮以上、つまり懲役や禁錮なら、罪名を問わず対象になります。刑の執行を終わった日などから5年間は免許を受けられません。次に、罰金の刑です。罰金は原則として欠格になりません。ただし、一定の罪による罰金だけは、例外として5年間欠格になります。なお、一番軽い過料は欠格事由には当たりません。罰金でも欠格になる一定の罪を確認しておきましょう。一つ目は、宅建業法そのものに違反する罪です。二つ目は、傷害や暴行、脅迫といった暴力的な犯罪です。三つ目は、専任罪や暴力団に関係する法律に違反する罪です。これらは、宅建業の信用を特に傷つける罪だと考えると覚えやすくなります。これらの罪による罰金は5年間の欠格になると覚えてください。反対に過失による傷害など、この仲間に入らない罪の罰金は欠格になりません。刑罰周りは引っ掛け問題がよく出るので整理します。まず、判決に不服で控訴や上告をして裁判が続いている間です。この場合はまだ刑が確定していないので、欠格事由には当たりません。確定していない段階で欠格にするのは行き過ぎだと考えられているからです。次に執行猶予がついた場合です。猶予の期間中は欠格に当たります。しかし、執行猶予の期間を無事に満了すると、刑の言い渡しは効力を失います。そのため、猶予が満了した時点で5年を待たずに免許を受けられます。5年ルールの3つ目は、免許を取り消された場合です。ただし、取り消されれば何でも5年になるわけではありません。5年になるのは悪質なこの3つの理由による主張しに限られます。1つ目は、嘘やごまかしなど不正な手段で免許を取得した場合です。2つ目は、業務停止処分の事由にあたり、
その上場が特に重い場合です。3つ目は、業務停止の処分に違反して営業を続けた場合です。この3つで取り消されると、出生死の日から5年間は免許を受けられません。逆に、廃業や事務所の要件を欠いたことによる出生死は、この5年ルールに乗りません。ここで、処分逃れを防ぐためのルールを紹介します。免許の出生処分をするときは、まず徴金という鉄度の記述が公示されます。この公示の後、相当の理由もないのに、慌てて廃業などを届け出る人がいます。こうした駆け込みの特質をした場合、その特質の日から5年間は免許を受けられません。出生死を避けるための廃業を許さないという趣旨のルールです。期間の縛りがないグループに戻って、残りを確認します。現に暴力団員である人は当然に欠格です。また、暴力団員で亡くなってから5年を経過しない人も欠格になります。さらに、免許の申請前5年以内に、宅建業について不正またはいずるしく不当な行為をした人も欠格です。そして、宅建業に関して不正や不誠実な行為をする恐れが明らかな人も免許を受けられません。宅建業は、お客さんの大切な財産を扱う仕事だからこそ、人物の信頼性が厳しく問われます。最後に、本人以外に受優が及ぶ場合を見ておきましょう。会社などの法人では、役員や政令で定める使用人が対象になります。政令で定める使用人とは、支店長など事務所の代表者のことです。これらの人の中に欠格事由にあたる人がいると、法人自体が免許を受けられません。個人業者の場合も、その政令で定める使用人が欠格なら、本人も欠格です。また、営業に関し行為能力のない未成年者は、法定代理人が欠格だと本人も欠格になります。会社は健全でも、その中枢にいる人が問題なら、会社ごと免許を認めないという考え方です。それでは、今日のクイズです。B さんは、傷害罪で懲役1年、執行猶予2年の判決を受けました。その後、執行猶予の期間を無事に満了しました。この場合、B さんは免許を受けられるでしょうか？少し考えてみてください。正解は A の受けられるです。執行猶予が満了すると、刑の言い渡しは効力を失います。刑がなかったことになるので、5年を待たずにその時点で免許を受けられます。今日のまとめです。破産者は復権を得れば、5年を待たずにすぐ免許を受けられます。禁錮以上の刑は罪名を問わず、執行終了などから5年間欠格になります。罰金は原則政府で、暴力的な罪や窃慢、宅建業法違反だけが5年です。執行猶予は満了すれば即 OK。控訴や上告で裁判中はまだ欠格ではありません。5年になるのは何かを軸に整理すれば迷わず解けるようになります。次回は宅建業法の第3回宅建士制度です。登録の要件や宅建士証、そして5人に1人という専任宅建士の設置義務を整理します。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。